にちは。カーリガールメソッド挑戦中のみはるです。今日は DIY のカーリーガールメソッドナチュラルデトックスということで、ご紹介していきたいと思います。このナチュラルデトックス、何のためにやるのかっていうところをまず説明させてもらいたいんですけど、特にこれからカーリーガールメソッドを始めますっていう方にやってもらいたいなっていうふうに思ってるんですけど、今までのシリコンの入ってるコンディショナーとか、あと大体ワックスつけたりヘアクリームつけたりいろいろやってきてると思うんですよね。で、どれにもほとんどシリコン入ってます。シリコンフリーって書かれてない限りは。ずっと使ってると髪にどんどんやっぱり蓄積してくるので、それをつけないと結局パサパサの髪の毛になってしまうっていうものになります。なので一回それをリセットしてきれいさっぱり一回流してしまってからコンディショナーしたりっていうことをすることで、やっぱり髪の毛の吸収が早くなると思います。これからご紹介する動画でどうやって作ってどうやって使ったのかっていうところ、最後スタイリングするところまでご紹介しているので、まずは動画の方ご覧ください。どうぞ。
覧いただきました。作り方。まあそんなに難しいものではないので、ただ私もあれ初めてやった時にもそのまま撮影して使ったので、あくまで 500ml の水に対して大さじ2杯のレモンと生姜のジュースになるので、1リットル用意してもよかったかなっていうのが私の正直な感想です。そうすると、単純に大さじ4杯入れて使うっていう感じですね。原液結構そのレモンのもちろん大きさにもよるのであれなんですけど、結構大量にジュース出来上がって大さじ4杯ぐらい使っただけだったらまだ結構残るんですけど、で実際に私も残ったジュース蜂蜜とお湯入れて美味しくいただきましたので、何かと再利用はできるのかなとは思っています。でこのデトックス定期的にやるものではないです。ただしシリコン入ってたの使ってしまったなとか、まだ始めたばっかりなのでわからないから、あとオイルとか良くなくて、オイルもちゃんとシャンプーで洗わなかったら油でベタベタの皿洗うのと一緒で、洗剤つけなかったら落ちないじゃないですか。なのでオイルもずっとつけてるとどんどん髪の毛に蓄積していってしまうので、今ちょっとオイルの話したんでねあれなんですけど、私はちょっとオイルは本当に難易度が高くてバランスが大事だと思ってます。このカーリガルメソッドのサルフェットフリー、硫酸系化合物の入ってないシャンプーで落ちないですっていうところを考えると、これはちょっと私の次の課題です。またしっかり勉強して報告できたらなと思っておりますので、これから始める方いっぺんやってみてください。でレモンは保湿効果があるので、髪の毛にツヤも与えてくれます。はい、次回はもう一度 DIY、 今度はトリートメント、ご紹介したいと思います。実際私もそれやって1週間ぐらいになるのかな。でもやっぱりそれやってからすごい髪の毛の調子いいので、ちょっと月1でやろうと思ってるレシピになりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。それではまた来週。こっちがねちょっとまだまだ乾燥してるんですよね。